はい、どうもこんにちは。ダヴィンチメモと申します。今回はフュージョンについてできる限りわかりやすく説明していきたいと思います。フュージョンを覚えることで動画が少し華やかになったり、効率よく制作できたりします。でも難しそう。その通りです。なので今回はフュージョンの概念を例えを使ってわかりやすく解説し、簡単なフュージョンを作っていきたいと思います。それでは編集の方に行ってみましょう。まずはじめに、フュージョンとは2つ以上のものを1つに合わせることです。具体的には、テキストと画像を組み合わせたテロップだったり、画像とアニメーションを組み合わせたり、映像とエフェクトを組み合わせたり、など何でも合わせて1つのクリップにまとめます。次に、フュージョンの使い方について説明していきます。まずは、エフェクトライブラリーのエフェクトのフュージョンコンポジションというものをタイムラインに持ってきてください。次に、フュージョンコンポジションを右クリックしてフュージョンページへ飛んでください。今回の説明は理解しやすいように料理に例えて説明していきます。まずは画面説明をします。まず左上は冷蔵庫とかキッチンだと思ってください。いろんな食材とか、キッチン用品ですね。包丁とか鍋とかボウルとか、そういったものが入ってると思ってください。実際は、このメディアプールという中に、自分で持ってきた画像だったり映像だったり、このエフェクトライブラリの中には、フュージョンで編集するためのいろんなツール類や食材が入っています。次に、このノーズというところですね。ここがメインの作業する場所です。まな板の上だと思ってください。次に、この上にある画面ですが、ここは出来栄えチェックのところですね。フュージョンで今作っている最中の経過が見れる場所だと思ってください。次に、フュージョンを扱う上で最も重要なキーワードであるノードの説明です。一つノードといってもいろんな種類があるので、大きく2つに分けます。一つはメインの食材。もう一つはそれ以外で分けます。でそれ以外と言ってるのは、調味料だったり、料理方法ですね。その2つに大別します。で、プラス、あとお皿ですね。料理を作ったらお皿に盛り付けてあげて、最後出すので、お皿ですね。このまな板の上に、一つだけ、このメディアアウトというものがありますが、これがお皿だと思ってください。いろいろ作業して最後ここに乗っけて出すという感じですね。例えば食材がどんなのがあるかというと、ここに、この中段のところにフュージョンでよく使うものがアイコンとして並んでいます。ここには主要なものしかありませんが、すべてはこのエフェクトライブラリーのこの中ですね、このツールの中とかにいろんな種類のノードがあります。一旦こちらは置いておいて、今回はメインの食材であるこのバックグラウンドというものをこのまな板の上に持ってきます。あとは食材としてはテキストプラスですね。ですとか、あとは先ほど冷蔵庫といったところメディアプールの中で、映像ですね。映像ですとか、あとは画像ですね。こういったものがメインの食材になります。この食材を直接お皿に乗せると、こんな感じですね。今背景、これ真っ黒ですので、黒い表示になってます。ではこれ外して、テキストの食材だけお皿に乗っけると、今何も表示されてないですが、右側にテキストの設定画面が出てきますので、ここに打ち込むと、こちらにハローと出てきます。例えば、あとは映像ですね。映像を載せた場合は、こちら再生しますと、映像が出る感じですね。次、最後画像ですね。はい。ですので、このように、メインの食材は、そのままお皿に乗っけて出すことができます。
で次にその他の分類ですね。調味料とか料理方法ですね。例えばトランスフォームというものだったり、カラーコレクターというものだったり、このブラーというものだったり、この調味料や料理方法に関しては本当にたくさんの数があります。ですので、一気に覚えることはできませんので、使っていく中で一つ一つ覚えていけばいいかなと思います。で、こちらは食材じゃありませんので、ここからお皿に乗せたとしても特に何も画面に表示されません。なので必ず食材に対して何かしてお皿に乗せるっていう順番が必要になります。例えばこの背景ですねをこのトランスフォームというところに接続して、ちょっと分かりやすいようにこの背景は赤にしますが、でこのトランスフォームというものをお皿に乗せてください。でこのトランスフォームというのは、形を変えてくれます。例えばトランスフォームを選択していただいて、この右側の設定画面で、位置ですとか、あとはサイズですとか、あとは角度ですねっていうのを変えることができます。でこれっていうのは背景でなくても、例えば先ほどのテキストですね、このハローと打ったテキストの位置だったりとかサイズだったりとかっていうのを変えることができます。次のこのカラーコレクターですが、ここ見ての通り色の調整をすることができます。例えばこの画像を接続してあげて、それをお皿に乗せて、例えばこのカラーのところを選択していただいて、いろんなパラメーターがありますので、簡単なものでいくとこれで色を変えることができますね。赤っぽくしたり、紫、青にしたりと、こう変化させることができます。こんな位置ですと、ちょっと夕方っぽくなりますね。で、これで再生してみると、全体的にオレンジがかった表現で再生されてますね。で続いて画像ですが、画像をこのカラーのノードにつなげて表示させると、同じような感じですね。これで色を変えることができます。でこのプレビュー画面なんですが、今画面が2つあります。この設定はこの右上の四角で1画面にもできますし、2画面にもできます。でこの画面の映し方は、この丸のボッチですね。こうクリックすると、白が見えている状態で黒が見えなくなっている状態ですね。これ2つあるので、それぞれ右と左に表示させることができます。ノードをドラッグして、ここにドロップしても表示させることができます。このプレビューの良いところは、今このノードの地点、この調理時点での映像も見れますし、その前の段階ですね、食材時点での映像も見れますので、順番にどの時点で今どう画像映像が加工されてるっていうのは見ながら作業することができます。少し画面の説明になってしまいましたが、この画像をブラーというノードにつけると、これちょっとぼかす設定ですね。右側の設定画面でぼかし具合を変更することができます。基本的に食材と、調味料調理方法なんですけど、もう一つ、よく使うノードがあるので説明しますと、この真ん中あたりにマスクのノードがあります。例えばこの四角のレクタングルというものを持ってきて、このマスクは食材の手前ですね、につけます。どういうことかというと、つなげてみると、このノードで選択した部分だけ切り抜く感じですね。それ以外のところは透明になります。イメージとしては、食材をあらかじめ加工しとくみたいなイメージですね。キャベツ丸々売ってるんではなくて、キャベツ丸々ではなくて、あらかじめ千切りされているものみたいなイメージになります。これ四角もありますし、ちょっと複雑なポリゴンというものがありますが、こちらは切り取る範囲を手動で設定することができます。
こんな感じですね。マスクのノードは結構使う機会がありますので、食材の前に使うんだということは覚えていただいた方がいいかなと思います。こちらの食材とこの調味料、調理方法の見分け方なんですが、基本食材はこの青三角だけですね、ついてるのが。こちらは黄色とか青とか緑とかついてます。で、つなげ方ですが、先ほど簡単につないでってましたが、基本的には食材はこのインプットと呼ばれる黄色のところにつなげてください。こちら黄色につなげればちゃんと表示されますが、黄色以外のところにつなげますと表示されませんので、必ずこのインプットというところに黄色につなげてください。こちらテキストとも同じですね。黄色だと見えますが、青だと見えません。次に、フュージョンで重要なノードのマージというものを紹介します。メインの食材ではないので、こちらのものと扱いは同じですが、中段あたりにあるこのアイコンですね。マージというものを持ってきてください。フュージョンではこのマージを多用します。どうしてかと言いますと、このマージは食材と食材を合体させてくれます。どういうことかと言いますと、例えば背景をまず黄色につなぎます。で、テキストを緑につなぎます。これを表示させると、こんな感じですね。ちょっとハローが見づらいので、このマージというものは意識しておくべき、重要なことがありまして、この今黄色と緑につなぎましたが、この黄色が下側に来て、この緑につなぐと上側に来ます。どういうことかというと、これつなぎを逆にしてしまうと、テキストが下に来て背景が上に来る。そうすると見えなくなってしまいますので、必ずこの緑と黄色ですね。黄色がベース、緑がその上に来るっていうのを意識して使ってください。で、例えば今テキストと背景でやってみましたが、例えば映像をベースにして画像を上に載せる。こんな感じですね。で、映像と画像を取り扱う場合は、もう一つ意識しておくべきことがあります。この下地になっている部分ですね。こちらの画像サイズがベースになります。今この映像がこの3800と2100になってるんですけども、これちょっと逆にしますと、画像をベースにして、そうするとベースが360の400でめちゃめちゃちっちゃくなっちゃうんですね。なのでこの画像サイズがベースとなって、この上に映像を載せると、ちっちゃくなっちゃいますね。なので下に来る画像サイズがベースになるってことを意識してください。このマージを複数使うことで食材を複数組み合わせることもできます。例えば背景をこのベースにつないでテキストを上側に載せます。で、次にこの画像をさらに加えたいよということであれば、さらにマージを持ってきていただいて、まずはこのマージのこの合体した先をベースにして、でその上に画像を載せると、今映ってないんですが、ここで気をつけていただきたいのは、今ここまでは画像に表示されてませんね。先ほど説明しました、ここに表示させるボタンがありますので、今こちらの右側に出てるのは、ここのマージ結果までです。ちょっとこのマージ結果を左側に表示させて、その右側に画像まで合体させた表示結果を載せます。こんな感じですね。ちょっとこれ今被ってしまってますが、この3つの食材を合体することができました。ですので複数食材を合体させたい場合は、その分だけマージが必要になってきます。次にこの状態からオリジナルのテロップを作っていきたいと思います。まずあらかじめにダウンロードしておいた吹き出しの画像ですね。これをノーズ上に持ってきます。レビューするとこんな感じですね。これは無料の吹き出し素材から取ってきています。で、今回ですが、ベースをこの吹き出しにするのではなく、背景をベースにします。なぜかというと、この吹き出しをベースにしてしまうと、先ほどもお話ししましたが、この画像サイズになってしまうんですね。なので、マージで合体していくと、これから入れたい
このアイコンですとか、そういうのが入らなくなってしまうんですね。なので、まずベースはこのバックグラウンドですね。ただバックグラウンドは映したくないので、一度カラーを黒にしていただいて、この α という値を0にしていただくと、ただの透明のこの画像サイズだけ残った形になります。それをマージの黄色に入れていただいて、吹き出しを緑に入れます。でそうすると、この画像サイズの上に吹き出しが載っている状態になります。次に、この吹き出しとこのアイコンですね、を合わせたいと思います。でもすでにこの合体したものがベースになっていて、その上に画像が載っています。でこの画像を縮小して移動させたいんですが、その前に先ほどこのポリゴンっていうマスクでこの画像を切り抜きましたので、そこをつなげていただくとこんな感じですね。切り抜かれた状態になってますので、切り抜かれた状態だけこちらに画像を表示します。でこの切り抜かれた画像を縮尺変えて移動するってことをしたいので、このトランスフォームっていうものに一旦つなげてもらって、でその後に合体させます。でそうするとこのトランスフォームというところでこの場所を移動したりですね、あとは画像のサイズ調整できますので、喋ってる感じですね。こちらの吹き出しもう少し大きくしたいよということであれば、こちらの画像の方の間に同じくこのトランスフォームですね。これをつなげていただければ拡大縮小できますので、拡大縮小はこのサイズというところでもできますし、このプレビュー画面上からこの端引っ張ってやれば大きくすることができます。こんな感じですね。で最後にこの上にテキストを載せていきたいと思います。今素材3つ合体させてますので、最後もう1個マージを持ってきていただいて、まずは今作っているこのベースを黄色のベースのところに持ってきていただいて、テキストを上に持ってきます。今プレビュー画面上ではここまでの作業結果しか載ってませんので、ここまでの作業結果をプレビュー画面で表示してもらうとこんな感じですね。で先ほどこのトランスフォームというのを経由して位置とか大きさ調整してましたが、テキストの場合はテキストを選択していただいて、直接動かすこともできます。でこのテキストの設定は右側に出てます。こんな感じでテロップを作ることができました。で最後にこれをお皿の上に載せていただいて完成ですね。一度エディット画面に戻りますが、こんな感じで出来上がってます。でこのテキストの中身を変えたければ先ほどのフュージョンページに飛んでもらって、テキストの中身を例えばこんな感じですね。で今回作ったこちらのフュージョンというのはそのまま PowerBee に保存しておくこともできますし、あとはこちらのタイトルとかのこのテンプレートとして残しておくこともできます。ちょっとテンプレートに載せる方法を簡単に説明しますが、Fusion ページに飛んでいっていただいて、今作ったノードを全て選択していただいて、不要なのもちょっと入ってますが、ここでノードをどれか右クリックしていただいて、マクロですね。クリエイトマクロというものをしていただいて、難しい設定がいろいろ出てきますが、ここに表示されているのは、もうこの全てのノードの設定内容だと思ってください。一度ここで閉じてもらうと、ノードの名前が出てきますので、今回変えたいのって基本的にテキストの内容かなと思います。ですので、このテキストというところを開いていただいて、もう一旦閉じていただくと、このテキストのこのテキストとかレイアウトトランスフォームっていうこのインスペクターの設定、この設定画面ですねが出てます。で今回でいくとテキストのこのスタイルドテキストというところが実際テキストを記入するところなので、こことあとフォント、スタイル、あと色ぐらいですかね、あとサイズとトラッキングとかライン、ここら辺まで反映されていればテンプレートとして使えるかなと
思います。で、これを閉じるってしていただくと、保存しますかと出るので、Yes と押していただいて、で保存する場所ですが、最初これ Macros というところに入ってますが、一度 Fusion 上に戻っていただいて、テンプレートのエディットですね。で、このタイトルズというこの中に入れてください。ここで名前で保存していただいて、そうすると、エディットページに戻っていただいて、このタイトルの中から、このエフェクトライブラリーのタイトルの中に、もうテンプレートとして保存されます。ただ一度、ダヴィンチリゾルブを再起動する必要があります。一度再起動したいと思います。で、エフェクトライブラリーのタイトルですね。この中の下の方に、さっき作ったテロップというものがありますので、ドラッグしてタイムラインに載せてもらうと、ここで先ほどいろいろ設定を選んだものですね。テキスト入力するところとフォントとか色が選べるようになってます。先ほど複雑に出てきた設定画面は、テンプレートとしたときに何を設定できるようにするかというところです。詳しくは皆さん一度設定していただいて、何がここに反映されるのかなっていうのを試されるといいかなと思います。で、あとは今回作ったこのテキストに入力していただいて、サイズとかも変えることができるので、こんな感じですね。こういったオリジナルのテロップも Fusion で作ることができます。あとはこれに、例えばですが、横からスライドしてくるようなアニメーションとかキーフレームで付けれますし、これ単体で動かすこともできます。これをトラックの上でやろうとすると、画像とかテキストとかいくつか並べてやらないといけないので、こういったオリジナルのテロップは Fusion で作った方が良いかなと思います。最後に補足になりますが、先ほど Fusion を作った際に、このエフェクトの Fusion コンポジションから飛びましたが、ここから作るとどういうことかと言いますと、Fusion ページに飛んでもらって、何もノードがなくて、お皿だけあるような状態ですね。ただこれというのは、例えば、こういうテキストプラスからFusion 画面に飛ぶこともできます。この場合はあらかじめテキストが入っているようなイメージですね。テキストの食材が入っててお皿があるみたいな。ここから加工するといった内容になります。他にも、画像とか映像とか、それをタイムライン上に置いてもらって、Fusion ページから飛んでもらうと、その画像映像が食材として最初から入っていて、Fusion を編集するといったことになります。で、気をつけていただきたいのは、この下のアイコンでも Fusion ページに行けるんですけども、この下のアイコンを使う場合は、このタイムライン上に並んでいる、この選択しているものの Fusion に飛ぶんではなくて、トラックの一番上にあるものの Fusion ページに飛んでしまうので、意図したこのクリップを Fusion にしたい場合は必ず選択して右クリックで Fusion ページに飛んだ方が間違いがないかなと思います。今回の Fusion の解説動画は以上になります。皆さんも一度 Fusion にトライしてみてはいかがでしょうか。